ここからはプロの漫画家になりたい人のためにお話をしていきたいと思います。自分が知らない世界のキャラクターをどう描くかという話をしたいと思います。例えば年上とか自分が知らない職業のキャラクターとか何かの天才というキャラクターとか、例えばこの漫画を描いたかなたさんも自分自身は17歳なんですね。だけどこの漫画の世界は大学という設定なんですよ。作者のかなたさんは大学というものを経験してないと思うんですね。なのでいざキャンパスライフを描こうと思ったらわからないことがいっぱいあったと思うんです。なんとなく描いて中途半端な感じになっちゃったと思うんですね。でこういうことはよくあることです。僕もありました。中学3年生の時に自分が描いてる漫画の主人公が高校生でものすごく頭がいい天才的な頭脳を持つっていう設定で作ったんですね。でそこまでは良かったんですけども、いざ漫画を描く時にその主人公は天才なわけだから頭がよく見えるように描けなきゃいけないですよね。だけど中学生の時の僕はそこではって気づいたんですね。自分以上の頭のいい人間が描けるわけないじゃんって思ったんですよ。だって作者は自分なわけだから自分からしか出てこないわけですよね、その漫画の物語は。ということはいくら天才っていうキャラクターを作ったとしても自分が知ってる以上の知識のことは書けないし、自分がアホだったら自分より高い学力のキャラクターが作れるわけないって言ったらいいのかな。そこでね僕はねすごい悩んだんですよ。だけど主人公は天才っていう設定で書いちゃったから自分が知ってる限りの知識を詰め込んで書いたんですね。そうしたらなんかその漫画が豆知識漫画みたいになったっていうかどっかで聞いたことあるような動物の知識とかなんかの乗り物の知識とかちょっとこれ人が知らないよねみたいなことをいっぱい散りばめてアホみたいな豆知識漫画みたいになってしまって限界を感じたっていうか、そこでどうしようって初めて気づいたんですよね。答えから言うとプロの漫画家も自分自身が知らない世界とか体験してないことを作品に書くっていうことはしょっちゅうあります。例えばですけど自分より年上のキャラクターなんて山ほど出てくるわけですよ。例えば書いてる作者は30歳だけどキャラクターは70歳のおじいちゃんとか、書いてる人が男性だったら女性のキャラクターなんて自分が知らないっていうか自分が体験してないキャラクターになりますよね。例えば自分自身は漫画家っていう職業なのにサラリーマンの世界を描かなくちゃいけなかったり、お医者さんっていう世界を描かなくちゃいけなかったり、軍人さんとか八百屋さんとかラーメン屋さんとかあらゆる職業の人が世の中はいるわけですから、そういう職業のキャラクターが出てきた時に知らなくてもそれを描かなきゃいけないわけですよね。漫画っていうものを描いてると自分が体験してないこととか経験してないこととか知らない世界を描かなくちゃいけないってことがいっぱい出てきます。ここがイラストレーターと僕は違うとこだと思うんですけども、人間ドラマを描かなくちゃいけないので上っ面だけじゃダメなんですよ。絵だけ描けてもダメっていうことですよね。例えばある程度その中の職業のことを分かってないといけないとか、ラーメン屋さんっていうキャラクターが出た時にイラストだけだったらそのラーメン屋さんのお店の様子、資料の写真があったらどんな鍋を使っていてどんな道具を使っていてどういう食材があってっていうのはイラストだったら表面だけでも描けるじゃないですか。だけど漫画となると人間ドラマを描かなくちゃいけないので、じゃあその調理器具を使ってどんな風にラーメンの麺の水を切るのかとか、どうやってスープをかき混ぜるのか、どんな風に盛り付けてどんな風に味見をしてとか、ありとあらゆることを知ってないとドラマが描けないんですよね。そこが僕は漫画家とイラストレーターの大きな違い。もちろんイラストレーターだってそのイラストにこだわる人っていうのはそのラーメン屋さんの絵に出てこない知識も調べて描かれると思うんですけどね、もちろんこだわりがある人は。だけど漫画家っていうのは絵だけではなくてドラマがついて回るのでよりリアリティが必要になってくるって言ったらいいのかな。じゃあ漫画家は世の中のありとあらゆることを知ってないと漫画が描けないのかって言ったらそんなことはないんですね。例えば漫画の中に殺人シーンが出てきた時に殺人っていうことをしたことがなかったら描けないのかってなっちゃうじゃないですか。でそんなことは不可能なことなので、体験したことないことでも漫画家は描けなきゃいけない。じゃあどうしたらいいかっていうことなんですけども、やっぱりそこは勉強しかないんですね。ラーメン屋さんっていうキャラクターがいるんだったらどうやって調べるか、今はインターネットっていうのがあるのでネットでいろいろ調べられると思います。ラーメンを作ろうと思ったらどんな食材
材が行ってどんな調理器具を使ってどういう工程でラーメンを作っていくのか、どんな修行が必要なのか、どうやって開業するのか、おそらく大方のことはインターネットで調べられると思います。そうやって勉強して知識っていうものを得るしかない。できればなんですけども、体験をしてみてほしいんですよ。ラーメン屋さんが主人公の漫画だったら、実際にいろんなラーメン屋さんに行っていろんなラーメンを食べてみて、お店の様子がどんな風か、どういう風に調理場があって、どんな風に椅子と机が並んでいて、壁にはどんなポスターが貼っていて、メニューはどんな風に書かれていて、実際に行ける場所は行って体験してほしいんですよ。これラーメン屋さんに限らずどんな職業でもそうです。知識を得る。行ける場所は行ってみる。食べれるものは食べてみる。音楽だったら聴いてみる。その職業をしてる人に話せる機会があったらインタビューをしてみる。みたいに自分の中に取り込んでほしいんですよね。そういう情報を。で、漫画で必要なのはリアルではなくてリアリティなんですよ。ここが勘違いされやすいとこなんですけど、リアルに書けばいいってものじゃないんですね、漫画っていうのは。リアリティなんですよ。例えば、この漫画だったら、大学そのものが書けてなくてもいいんですね、ぶっちゃけ。答えから言うと。だけど、読者が見て、あ、これ大学なんだ、大学生なんだって思わせることができたら、成功なんですね。例えば、これだったら、例えばこの建物も、実際の大学を書くことは、それはリアルです。だけど、実際の大学を書いちゃったら、この大学が、〇〇大学って特定されることになっちゃうから、この主人公がその大学に通ってるってだったら OK ですよ。例えば東大なんか有名ですから、東大の建物をそのまま書いた、それはリアルです。で、この主人公が東大に通ってるっていう設定だったらいいけども、架空の大学に通ってるっていう設定なのに、ここに東大の絵があったらおかしいじゃないですか。で、それはリアルだけれどもリアリティがないんですね。嘘になっちゃうんですよ。だからここには大学っぽい近代的な建物があれば、実際にない大学の建物でもいいわけですよ。ああ、これは大学のキャンパスなんだなって読者に思ってもらえれば OK なんですね。それはリアルではなくてリアリティなんですよ。リアリティがあれば漫画は OK なので、そのために取材とか勉強が必要だっていうことなんですよね。体験したものを全部そのまま書くのが正解とは限らないっていうところが、漫画がうまく書けるか書けないかの鍵になるんですけど、例えばさっきの僕の話だったら、天才っていうキャラクターだったら、作者は天才でなくてもいいんですよ。天才だなって思わせることができれば OK なんですよ。そのためにどういうシーンを書くか、どういうセリフを喋らせるかっていうことなんですね。だから漫画家っていうのはいろいろ勉強したり取材に行ったりするんで、それは全て漫画作品のためなんですけども、漫画家さんってなんとなく頭がいいっていうイメージが皆さんないですか？なんかいろんなことよく知ってるなみたいなイメージがあると思うんですよ。それはやっぱりいろんなことを知ってないと漫画が描けないだろうなって思うからだと思うんですね。それ実際そうで、漫画家さんっていうのはすごいたくさん勉強していらっしゃるし、いろいろ調べ物をしていらっしゃいます。プロフェッショナルであればあるほど取材をしてるって言ったらいいのかな。今、ネットで何でも調べられる時代ですけども、ヤクザ漫画とかだったら実際にヤクザのところに行って話を聞いてきたりとかっていう風な漫画家さんもいらっしゃいますよ。例えばヤンキー漫画、不良漫画描いてるんだったら、実際に自分がその不良のたまり場のところに行って不良たちに話を聞いてくるとか、だから取材の中で危険な目にあったりしてるっていう漫画家さんもいらっしゃったりしますよ。そこまでいかなくても、キャンプの漫画だったら自分もキャンプをしてみるとかね、料理の漫画だったら自分もその現地に行って郷土料理を食べてみるとか、スポーツ漫画だったら自分も学生時代にそのスポーツをしていたとか、今しているとかね。リアリティにこだわる漫画家さんであればあるほど、ネットで調べるだけじゃなくって、その場所に行ってみる、その人に話を聞いてみる、自分もやれることはやってみるっていう風に体験をして漫画に表現してるっていう人がすごく多いです。そうですね、今取材をする漫画家っていう話もあんまり聞かなくなってきましたけども、ウェブで簡単に読める時代になってきて、漫画っていうものが僕はどんどん価値が下がってると思うんですね。どんどん安価になって無料で読めるものになっている。だから漫画家もそこまで作品にお金をかけられない、時間をかけられないってなってきてると思うから、要するによりインスタント化が進んでるってことですよね。だから漫画に対してそこまで調べ物をするっていう人も僕は減ってきたと思います。だけどいわゆる名作というか雑誌で読めるような漫画ですよね。そういうものを書いてる漫画家さんたちはやっぱり取材っていうものを僕はされてると思います。だから自分がどれぐらい
界の漫画を描きたいか、どこまで到達したいかでどんだけ勉強するかっていうのは変わってくるんですけども、ウェブであろうが、紙面であろうが、よりリアリティっていうものを追求したい、追求するんだ、より自分の漫画作品をリアリティを持って読者に読んでほしいという人は勉強とか取材とか体験をしてほしいなというふうに思います。だからこの人だったら実際に大学にキャンパスに行ってみるっていうのは僕はいいと思いますね。大学っていうのは一般の人も自由に入れたりしますので、実際に歩いてみるといいと思うんですよ、キャンパスを。で、大学生がどんな風に生活してるかちょっと様子を見てみる。学食とかなんて一般の人も入って食べれたりしますから、ちょっと学食で食べてみるとか、なんかそういうの面白いと思うんですよね。漫画作品に生かすっていうだけじゃなくって体験としても面白いと思うんですよ、社会勉強として。そしたら漫画を描くのも楽しくなると思うし、楽しく体験しながら自分の作品もグレードアップしていくと思うんですね。ちょっと余談になるけども、僕が週刊連載してる時のチーフアシスタントがいたんですけども、そのチーフアシスタントも漫画がプロデビューを目指してたんですね。そのチーフアシスタントはホームレスの漫画を描きたいということで、実際にホームレスにインタビューしに行ってましたね。あとね、漫画の中に女子トイレが出てくるとかいうので、公衆便所の女子トイレに忍び込んだって言ってたんですよ。お前それはギリギリアウトじゃないかって言ってたんですけど、だけどその彼はデビューしましたよ、やっぱり。その女子トイレに忍び込むっていうのは俺はもうギリギリアウト、セーフじゃない、ギリギリアウトだと思うんですけど、だけどリアリティを追求して、ホームレスにもちゃんと取材をして、結構その勇気いることだと思うんですよ。ホームレスに話しかけるっていうことも、それから女子トイレに入るっていうことも勇気いることだけど、でもそれをやって漫画を描いた彼はデビューしてましたね、ヤング誌で。取材どこまで取材できるかっていう。でもやっぱりヤクザ漫画描いてる人はヤクザ屋さんにインタビューしたりとかね、暴走族漫画描いてる人は暴走族に取材したりとか、そういう本当にそれを本物を追求しようと思ったら、そういうちょっと危険な面っていうか、ギリギリキワキワの面も出てくる。戦争漫画とか描いてる人とかだったら、そういう危険な地域に取材に行ったりとか、軍隊に仮入隊して軍事体験をしてきたりとか、やっぱそういうのってのはあるので、だから極めようと思ったらどこまででもできるってことですよね。どんだけ極めるかっていうのはもう皆さん次第、漫画家次第ってなってくるんですけどね。でも極める人っていうのはそういう取材とか体験も含めて楽しんでらっしゃって、それを作品にすること、それを読者にリアリティを持って伝えること、それが全てが多分やりがいに通じるんでしょうね。で、そういう人がやっぱり本物って言われる人になるんだと思います。あなたの漫画はもっと面白くなります。僕はこのチャンネルで皆さんの漫画の描き方のヒントになることを配信しています。週刊連載をやった僕しか話せない体験談などを配信しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。漫画制作やプロデビューの個別相談も受けていますので、概要欄にある LINE の友達追加もよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。